はい、こんにちは、ちゃんです。エリです。今日は質問コーナーやっていきたいと思います。イエーイ。イエーイ。聞き取れた今。なんとなく。最近ちょっとチャンネル登録者数がちょっとずつ増えてきてるなっていうのを感じているので、ありがとうございます。紹介も兼ねて、質問コーナーをやっていきたいなと思います。改めてね。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今日用意した質問は35問ぐらい。めっちゃ中途半端。50問やろうとしたけど探しきれなかったんだよね。35問全力で答えていきます。全力でそこ大事で、司会進行を務めさせていただきます。みかんです。よろしくお願いします。みかんの自己紹介ですか？質問は俺答えてエリ答えるって順番でいこう。じゃあお願いします。はい、いきます。はい。せーの。名前は？ちゃんです。エリです。年齢は37歳です。24歳です。誕生日は昭和59年の12月31日大晦日です。はい。平成10年の1月7日生まれです。出身は沖縄。沖縄。自分の性格を一言で。人見知りしない。なんか嘘それ。エリは大雑把。ああ、そうね。出会いは専門学校。はい。出会った時の第一印象はああ、うるさいなと思った。チャラい。チャラい。はいはい。仲良しの秘訣は喧嘩すること。やば、エリと同じこと考えてる。真似しないで。喧嘩して仲直りすることって言おうとした。ああ、そう。一緒だね。一緒だね。相手の好きなところは意外に大人だなって思うところ。困った時に頼れるところ。どっちの方がしっかりしてる？じゃあせーので指さす。せーの。いや、エリじゃない。他にエリだけどね。年の差で困ったことある？ない。困ったことかわからんけど、なんか周りからはってはちょっとなるかなって思う。ああ、はいはい。周りの反応がね。そんな困ってるって感じではないけど。年の差で良かったことは？俺はいつもあれさ、今の流行りとかを聞ける。いろいろ教えてもらえる。それはあるね。そうそう、よかったなって思う。自分的にね、精神年齢的に同じぐらいなれる。俺の精神年齢がめっちゃ低いんだってよ。そうだよ。そうだよ。精神年齢子供だから合う。ちょうどいいって思う。YouTube やってて良かった点は？いろんな場所に行けるっていう。ああ、まあそうね、デートがね。そうそう。あとあれね、コメントもらえるのがめっちゃ嬉しいから、そういうのつながりができたっていうのが嬉しいなと思うから、いいなと思う。まあ相手に聞きづらいことも聞きやすいってところかな。やっぱこういう質問コーナーとかで聞けたりとか。はいはい。確かにそれはあるかも。YouTube やってて逆に苦労したことは？いや、もうそれは撮影編集じゃない。ああ、まあそうね。その時間と労力はやっぱり大変ではあるさ。エリはあれだな、外撮影に行く時の許可取り、緊張張してしまって言えないっていう。お店に行っていいですかって。はい、確かに恥ずかしいから。ちょっとずつ頑張ってね。覚えてる一番やばい喧嘩は？喧嘩よくするからなんかあんまり一番やばいとかないけど覚えてない。エリはあれかな、家庭内別居騒動ああかな。エリが別の部屋で寝かしてください今日は、そうだね、お願いして生徒さんがしながら別々の部屋で寝たっていう喧嘩。お互いっていうかエリーがっていうか。そう、エリがって俺は大丈夫なんだけど、距離が近すぎる、ダメだこのままじゃって思ってしまった。はいはい。一旦一人になるのも大事だなってやっぱ思った。そうです。だからあれしました。最近のハマりは？唐揚げじゃん。いや、もうずっとだね俺は。エリクラムチャウダー。ああ、クラムチャウダー最近はちょっと美味しい。沖縄で行きたい場所は？離島行きたいな。同じこと言うとするな。真似するな。エリも離島行きたい。離島行きたいな。エリも離島行きたい。なかなかなんか今ちょっとコロナとかあれで行けないから、早く離島回りたいな。みんな島行きたいな。みんな島？はいはい、いいね。旅行するならどこに行きたい？北海道行きたい。お寿司食べたい、北海道。確かに美味しそうだね。沖縄はなんかお寿司がそんな美味しい感じじゃないから、北海道行きたいな。なるほど。あれだな、山梨とか静岡とかぐらい水がきれいなところ、長野とかこちら辺に行ってみたい。行ったことないから。なんか目的がある。美味しそう、水とかが、ご飯が美味しそう。ああ、そう、ご飯が美味しいご飯を食べたい。はいはい、そうね。最近キュンとしたことは？みかんが可愛かったこと。知らないことがある。最
近キュンとしたこと。モネリカがそんなこと言われて大問題ですよ。そんなこと言われても最近キュンとしたことないやいましたしない今これは俺だって好きじゃないしこれされるの俺今って言ってじゃん今でーす朝アラームが鳴って起きる瞬間とかに起きたくないっていうのもあるじゃん、お互いに、その時に俺するからもう起きたくないみたいな感じでさ何もバラしてるから感じです、相手に感謝したいことは？でもこうやって一緒にいてくれることじゃないかな。それこそキュンがないいや、それはこうやって一緒にいてくれることはやっぱ感謝だ。じゃあエリは今日洗濯をしてくれてありがとう。そこそこお互いに似てるなと思うところは？お互いに似てる、頑固なところ。あ、似てる。でもエリは最近思考が似てるなと思う。そういう離島行きたいとかね、やっぱ一緒にいるから。そうだね、そういうのは似てくる、最近イライラしたことは？エリの気分がコロコロエリもしょっちゅうイライラするよ。なんかちょっとなんかいたずらされた時にイライラしてる。そういうことね。この人しかいないと感じた部分は？自分なんかこの HSP 的気質を理解してくれて、そうやってなんかこうフリーランスとして働かせてくれるっていうところは理解してあるところはやっぱこの人しかいないのかなと思う。エリはあれかな、どんなにやらかしてもいいよ、大丈夫よって、俺は怒ってるわけじゃないよって言ってくれるし、はいはい、そういうことね。応用力かな、そういう同性のルールは？家事は分担じゃなくて気づいたら方がやるっていうことはルールじゃない、ルールっていうか決めたよね。確かに尊敬と配慮の気持ちを大切にするっていう我が家の家訓でしょ。そう、家訓を結構貼ってるね。オレンジの家訓があるから。そう、オレンジの家訓も貼ってあるので、それですね。逆に同棲前に決めておけばよかったと思ったこと？いや、特にないかも。なんか同棲しながらしかやっぱ分かんないから、なんかないかな。エリはあれ、喧嘩の時にどうするか、距離を置いた方がいいのか、なんか自分が出ていくからお家にいていいからさとか、なんかそういうのちょっと決めとけばよかったなと思った。相手の嫌いなところは？気分がコロコロ変わる。エリは言ったことに対して肯定しないこと、なんか肯定から入ってほしいなっていうエリの求めもあると思うけど、そういうところかな。自分の嫌いなところは？伝えすぎてしまうところ、いい面でもあれば悪い面でもあるから。そうね、ちょっと情報を持てるからね。そうだ。エリは自分嫌なところ過去に一番やらかしたこと？飲みに行って飲んだ後に酔っ払って車にはねられてしまったこと。ああ、それはやらかしてるな。死にそうになったかな。パソコンに水かけて壊したから。ああ、はいはい、マックね。もしも魔法が使えたら何する？空飛ぶ。空飛びたいの。無敵になる。どういうこと？パンチしても壊れないとか。ああ、そっち。破壊欲求なの。なんかパンってやってパンってやったら面白くない？はい、まあそうだけど。過去に戻れるならいつに戻りたい？小学生。若。あの時一番楽しかった記憶が俺の中にある。はいはいはい、そういうことね。エリは戻りたくない。だってちょっと戻ったらさ、専門のさ国試をさまたやらないといけないじゃん。はい、まあまあ。って考えたら嫌だなと。インドアですか？アウトドアですか？いや、アウトドアで。もう間違いなくアウトドア。結構ハーフかも。インドアな部分も強いかも。ストレス発散方法は？外に出ることとかスケボーすることとか。エリカラオケ。そうね、ちょこちょこ行くもん。沖縄のおすすめスポットは？これはなんか地元にあるなんか食堂に行ってほしい。なんか観光ガイドに乗らないような地元の人しか知らない食堂が俺はおすすめだね。例えば行くわけだな。例えば俺なんか地元にあるだるま食堂みたいな。ああ、那覇の。はいはい、好きなの。俺は好きだから、ああいうところがおすすめ。ではカボテンの長曽根っていうサーターアンダギーが売ってるお店なんだけど、安くてめっちゃ大きいわけさ。でも那覇とかにも出てサーターアンダギーの屋さんってあるじゃん。
サタンだけが美味しいじゃん、そういうの。だからそういうのを食べてほしいって。最後、今言いたいこと言って。ちょっとおでこがテカってないかなって時にあっていいかな。そこそこから俺もずっと気になってる。好きだよ。ありがとうございます。こうやってもう流されるような付き合いになってきました。いやもう見てる人分かるけどずっと流してるような昔から常にね、この動画が始まる1年前から。そう変わらず。はい、っていう感じで終わりました。何問？35問ぐらい。35問ね。30問か分かんない。逆になんかこの質問とかもらえたらそういうのに答えていきたいよね。そうね、それは面白いかもしれないね。今日のやつはね、自分なんかで一応考えた質問さ、自己紹介って意味でね。そう聞きたいことをまとめて何問かで答えていくみたいな。面白そうで、ぜひ質問お待ちしてお待ちしてます。みかんへの質問も。みかんへの質問あるかな。みかんは体重4キロです。そうね、生後6ヶ月です。やばいね、6ヶ月で4キロ。めっちゃ大きいからね。拾った時は 400g です。そうだ、もう10倍だよ。もうすごくかっこいい男の子です。はい、男の子です。女の子じゃないんです。間違ってたから。そうね。確かに。ということで、私たちの自己紹介とみかんの自己紹介もしていきました。勝手に追加してから。そろそろチャンネル登録者数もあと150人ぐらいで1000人に行きそうなところではあるので、これからもっともっと頑張っていきたいと思います。ぜひ登録よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ今日は終わりましょうか。はい、終わりましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。